おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はフォアグラ・ドゥ・キャナを使ってゼリーの中に入ったフォアグラのテリーヌを作っていきたいと思います。それでは始めましょう。良いフォアグラの見分け方ですけども、キャナーだと500から 600g、ガチョウだと700から 800g ぐらいのものがいいと思います。で、黄土色ですね、黄色みがかっているもの、あと血が浮き出ていないもの、あともちろんフレッシュですね。新しければ新しいほどいいです。あとなるべく真空されているのは避けた方がいいですね。それでは掃除をしていきます。それではデネルベ、血管を取り除いていく作業をしていきます。包丁の背を使ってフォアグラを開いていきます。包丁は必ず背を使ってください。刃の方を使うと血管が切れてしまいます。フォアグラ最初の血管ですけども、真ん中から四方八方に血管が広がっています。この時注意することですけども、緑色の部分がたまに内側にあります。それは胆のうから胆汁が染み出て緑色になった部分なので、それはきれいに取り除いてやってください。少しでも残っていると苦味が全体に回ってしまいます。このデネルベという作業をする時ですけども、必ず室温に戻しておいてください。冷蔵庫から出したてだとフォアグラが割れてしまいます。もちろん室温にもよりますけども、このような感じにフォアグラが柔らかい状態になるぐらいまで常温に戻しておいてください。2本目の太い血管を取っていきます。この血管は上の部分、画面上の部分、この部分から葉脈のようにフォアグラの中に広がっています。なのでこのような感じできれいにまず血管を出してやったら、あとは引っ張ればきれいに取れます。最後にフォアグラの先を切ってフォアグラの中に入れ、フォアグラを元の形に戻してあります。この先を切る作業の効果は、火を入れた時にフォアグラの血管の中に残っている血が出て、仕上がりがきれいなテリーヌになります。このような感じに表に穴が開かないようにこの作業をしてください。あんまり湯煎を用意します。それでは赤ポルトの入ったジュレを用意します。左の鍋に入っているのはキュイッソンドピエドボーをクラリフェ、澄ましたものです。またブイヨンの澄まし方、クラリフィカッションは動画を上げますので参考にしてください。よく沸かしたジュレに赤ポルトを入れます。それをフォアグラの入ったテリーヌに流していきます。量はだいたいフォアグラ全体がジュレに浸かるぐらいまでジュレを流し込みます。あとはこのまま蓋をせずに160度のオーブンに入れます。フ
フォアグラがずっと常温に出てましたし、ブイヨンが熱々なのですぐに火が入ります。だいたい20分ぐらい経ったらオーブンから出してあります。このような感じに油が上に上がってますので、今から重しをしてフォアグラをジュレの中に沈めていきます。重しはちょうどフォアグラが底につくかつかないかぐらいのところの重さに調節して、このまま固定して冷蔵庫で最低24時間冷やしていきます。24時間経ったので重りを外していきます。これから最後の仕上げですね。まずフォアグラの油をきれいに取り除きます。この油ですけども、もし残った場合置いといてじゃがいものソテーなどに使ったら非常に美味しく使えます。もちろんテリーヌの周り油がついてますのできれいに掃除します。先ほどの赤ポルトのジュレを熱々にしたものをもう一回かけてあります。こうすることによってフォアグラがきれいに隠れるのと、ちょっとだけ油が残っていた分が上に勝手に浮いてきます。それで最低30分ほど冷蔵庫で固めてから最後の工程です。ゼリーが固まっているのを確認してから先ほど取っておいた油を溶かして、あまり熱くない状態の油を上から流して蓋をしてあります。油で蓋をするということは、ラップとかフィルム、アルミホイルの代わりです。光を遮断しますし、空気と触れ合いませんので、フォアグラを保存するのに一番適しています。このまま冷蔵庫に入れて、最低4、5日、1週間ぐらいゆっくり休ませてあります。休ますことによって味が馴染んで、フォアグラの香りがゼリーに移って、ゼリーの味がフォアグラに入って、より美味しいテリーヌになります。それでは1週間ゆっくり冷蔵庫で休ませたテリーヌを切っていきたいと思います。このテリーヌですけども、柔らかいゼリーの中に硬いフォアグラが浮いている状態でテリーヌの中に入ってますので、切るのが非常に難しいです。やはりお客様に提供するときは綺麗なフォアグラの状態じゃないといけないので、今見てもらっている3枚ですね。一応綺麗には切れているんですけども、フォアグラのポーションが綺麗じゃないので提供はできません。なのでこのフォアグラのテリーヌですけども、非常にロスの多いテリーヌになります。テリーヌを切る時のコツですけども、包丁をよく温めてやるということですね。あとテリーヌに入ったまま切るということです。これテリーヌから抜いたら絶対に切れません。必ずテリーヌに入ったまま温かい包丁で切ってあります。テリーヌは真ん中に置いてあります。油のある方が上になります。ガルニチュール、今回はプラーンのピューレを添えます。このプルーンのピューレですけども、また動画を上げますので参考にしてください。これをきれいに置いて、あとフォアグラの上にフルードセルとミニオネットですね、黒胡椒の潰したものを置いて完成です。あとは横にパンのトーストしたものをつけてもらっても構いません。私個人的には食パンかパンドカンパーニュが好きです。ブリオッシュをつけてもいいと思いますけども、ブリオッシュはリッチすぎるので、私としてはパンドカンパーニュをおすすめします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。